いつもアート。いつもはバイクは好きだが、バイクのパーツは全然知らない。はい、どうもいつもです。今回はですね、オートバイを乗っている人を真正面から、描く描き方をご紹介します。結構本当簡単なので、やっていきましょう。はい。ですね。ではまずはですね、ライトですね。はい。ライトの丸ですね。旧型のバイクですね。モデルは。はい。で、このバイクの形も、既存のバイクではなくて、自分が、想像しているバイクの形で描いていくというような感じです。で、このライトの丸を中心というか、目印にして、で次はタイヤですね。タイヤはですね、だいたいここぐらいから前輪ですね。前輪を、自分は結構太いタイヤが好きなので太く描きたいと思います。でタイヤがですね、だいたいこのぐらいの長さですかね。はい、このぐらいの長さにしておきますかね。はい。でですね、次はですね、このライトとタイヤをつなげている棒がありますよね。はい。本当に自分はバイクのパーツの名前とかわからなくてこの棒を2本足すんですけど、はい、でこの先っちょがだいたいこのタイヤのちょうど中心というか真ん中ら辺に来るような感じで描きます。はい。でこっち側もですね、はい、同じような感じで描きます。はい。こんな感じですかね。はい。でちょっとですね、こっちの方ちょっと丸を描きます。はい、丸ですね。これは何て言いますかね、これがもしこの棒だとすると、こっち側ですね、この丸が見えてるっていうような感じですね。はい。でちょっともっともらしくさせるために、この棒にちょっとなんかこういった、膨らみというかつなぎ目といいますかを描きます。でこの棒をなんか、つなぎ合わせているためのなんか何ですかね、橋渡しみたいな感じのプレートみたいなのをいかにももっともらしく描きます。はい。で次はですね、泥よけですね。前輪の泥よけをタイヤの上からちょっとこんな感じですかね。ちょっと下の方に膨らみがあって、昔の、ビーバップハイスクールとかの反り込みを入れたような髪型みたいな感じですね。で描くっていうような、ちょっと今、若い人にはちょっとわからないかもしれないんですけど、とにかく反り込みが入ったようなカツラみたいな感じで描きます。はい。こんな感じですね。はい。でですね、次はですね、ですね、こっちら辺がいいかな。こっちら辺にですね、ちょっと黒い突起物を描きます。ちょっと黒く塗りつぶしましょう。これは何かと言いますと、前輪のブレーキなんですね、というような感じです。あまり自分も詳しくわからないんですけど、はい、ブレーキのタイヤをブレーキするための装置です。はい、機械です。はい。ですね。
で、次はですね次は、メーターですね。スピードメーターと何ていうんですかね、エンジンの回転数が分かるタコメーターっていうんですか、それのちょっと機械をこんな感じで描きましょう。はい。で描いて、で次がハンドルを描きましょうね。ハンドルをですねこんな感じで描きましょう。はい、こんな感じで、はい、こんな感じで、逆方向も同じような感じで、既存のバイクと全くデタラメなんですけど、ちゃんとバイクに乗ってるっていうような絵にするのが一番目的です。また自分も精密に描けって言われたら絶対自分描けないので、はい。で次はですね、ここはグリップとか別に描かないでいいです。ここに手を描くので、はい。でこっちにレバーですね、ブレーキとかのレバーですね。こっちも同じような感じで、こっちもクラッチのレバーですね。はい、こんな感じでやっていきます。で次はですね、ちょっとですね、向かって右側ですね、右側がちょっと、見えるような感じなので、バイクの、燃料タンクですね、燃料タンクをちょっと、燃料タンクの膨らみをちょっと描きます。はい、ですね。でこっちですね。で次はですね、エンジンですね。真正面から見てるので低芸って言うんですけど、沖縄方言で大体っていうか低芸で描きます。はい、でこれがバイクのなんかエンジンっていうような感じで描いていきましょう。はい、こんな感じで、こっちもちょっとだけタンク見えるかな、タンクの膨らみが見えるっていうような感じでやっていきましょう。でですね、バイクのステップですね、足を置くステップを描きましょう。はい、こっち側も同じような感じで、こっちは一応クラッチがあったと思うんですけど、一応クラッチの本当はこっちにもフットペダルとかなんかあるんですけど、一応一番の目的は本当に、先ほど見たように乗ってる感じがあるというようなところを追求したいので、細かいところは省きます。こういったブレーキのホースとかも書かないです。はい、でこっちもちょっとエンジンのなんか膨らみとか書いておきましょうか。はい、でですね、で次はですね、これで大体もうバイクは OK です。はい、バイクの描き方 OK です。次は人ですね、乗ってるまたがってる人ですね。で最初に、当たりですね、人の当たりです。人の当たりを描いて、あとはもう皆さんがちょっとこれは人を描くのは慣れてる人じゃないとちょっと難しいところがあるんですけど、当たりの上から描いていけばなんとか、慣れてない人でもいけると思います。はい、で頭はですね、だいたいこの、ライトからだいたいこのぐらいですかね。
頭のあたりですね。はい、あたりを描きます。で、胴体ですね。胴体をパッて描きます。はい。でですね、次は手ですね。手をですね、先ほど描いたところの方にも重なってもいいので描きます。はい、こっちも重なっていいので描きます。ちょっとこっちレバーですね。一応、はい。でですね、腕なんですけど、腕は伸ばしてるような、ちょっと、横から見たら本当に伸びてるんですけど、曲がってはいないんですけど、こんな感じですね。はい。でちょっとわかりますかね。でこんな感じで、こちらも、はい、二の腕と腕ですね。二の腕とこの肩からの腕とこの肘からの腕をちょっと分けて描いたら描きやすいかなと。はい、で指とかも一応本当はあるんですけど、ここはもうここはちょっと、指とか描き慣れてる人じゃないとちょっと難しいかもしれないんですけど、はい、こんな感じで一応人差し指だけ独立してパッて描いて、あとはちょんちょんっていうのは線をちょんちょんと足していけば、握っているっぽく見えると思います。はい、はい、次はですね、足ですね。足で最初にこのフットペダルのところに足を描きましょう。はい、こんな感じで足を描きます。おしゃれでしたらちょっと底が見えるっていうような感じでもいいし、はい、でこっちですね。こっちは、はい、さっきのクラッチがあるので、ちょっとクラッチがもうちょい幅があった方が良かったかもしれないですね。クラッチをちょっと消して、はい、また足を描きます。はい、でこの後クラッチの棒を描いてもいいです。はい、こんな感じでですね、膝小僧ですね。膝小僧はですね、だいたいヘッドライトより平行って言いますか、ちょっと下ぐらいですね。ここぐらいだなっていうような印でやっていきましょう。でこっちからちょっと、尻すぼみにですね、はい、こちらも尻すぼみにこんな感じでやっていきましょう。でこっちからこんな感じで、ウエストに向かってやります。はい、こんな感じですね。はい、でこれでもう当たりとか OK です。ちょっと、人をちょっと描いてみましょうね。この辺りで小さな、描きなので、この人物の顔とかなかなか細かく描けれないんですけど、逆にですね大きく描けばいいじゃないかと思いますよね。するとですね、バイクのこの部品とかを大きく描くとやっぱりちゃんと描かないと見えなく、バイクとして見えなくなるっていうか、そういった、
手抜きといいますか、うまさっていうか、手を抜くことができなくなるんですよね、大きく描こうと思ったら。なので自分はこの漫画を描くぐらいのサイズだったらこういった、楽な描き方でもいけると思うのでおすすめだと思います。はい、大きく描こうと思ったらこの描き方はもしかするとちょっと、難しいかもしれないです。あらが目立ってしまうので、はい、で足もねこうやってですね、ライトもですねこうやってちょっと、はい、このライトのなんか模様がありますよね。で暗い部分はこうですね、ちょっと斜め線をパッパッパッパーって書いて、またちょっと逆の方に斜めですね。よく漫画とかで影とかこんな感じで網目っていうんですか、やられてますよね。でタイヤもですねちょっといかにも走ってるっていうような感じの線がありますよね。でこちらもこうやって線を引いて、はい、でこちらも、足が、ちゃんと曲がってますよっていうような感じで影をつけていきます。はい、こんな感じでこちらもね、はい、で最後に忘れてました。この後ろの方ですね、後ろタイヤですね、後ろタイヤをですねこのように、はい、やって、で黒く塗りつぶすといかにもこれは後ろタイヤなんだなって見えると思います。で前輪とこの後ろタイヤの方から横線とか引いてちょっと影みたいな感じで、はい、でですね、はい、これで完成ですね。でですね、このように車とか書いた後ろ、バイクの書いた後ろに車とか描けれる人は車とか描いたり、また人物の顔を横に描いたりすると、なんかいかにも、この絵にストーリーができてるような感じで、見てる人もなんか感情移入ができるというような感じになると思います。はい、そしてあと一つだけ、先ほどはこういった後ろのタイヤをこんな風に描きましたけど、また違ったやり方で前の方は全く一緒なんですけど、描き方はこの後ろタイヤの方だけをこのようにちょっと下の方に、前輪よりも下の方に伸ばして黒く塗りつぶすとこのようにジャンプしてるように見えるんじゃないかなと。でまた下の方に車の、窓ガラスとかちょっと描いて描くと、またちょっとストーリーがつくような感じじゃないかなと思います。はい、この動画がいいと思ったら高評価をお願いします。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。